僕は今年86歳になりましたけども、その間半世紀以上、アートに携わる仕事で、生きてきました。それで、自分を振り返るっていうか、整理してみるっていうか、そういうことを自分の長年住んでいる日本で、大きく、開いてみるっていうそういうことが今回の展覧会です。で僕はこの40年ぐらいはほとんどヨーロッパが圧倒的に多いです、展覧会歴は。それからあと10年はあーまあえーとアアメリカもかなり増えてきましたけども、そういうことで自分の住んでいる日本ではあまり発表の機会がなかったんですけれども、今回開いてみて、やっぱりいかに自分の仕事の足元っていうか根元が日本の空気に馴染んだところから出たものかということを改めて、思い起こしました。で、僕の仕事は彫刻と絵画両方ですけれども、普通に比べるとスケールがちょっと大きいっていうか、絵もどちらかといえば大きいものが多いということです。これは日常的にはあんな大きいものはいらないんですけれども、僕が走り回り活動するっていうか戦うっていうか、そういうようなところでは一定の大きさがないと、耐えられない、戦えないっていう、そういう外部的な要素が大きく作用していることがあると思うんです。で、ということは自分の個人の気持ち、個人の活動の内的な要求としては小さくてもいいということが言えると思うんですけども、大きくするということはやはり外の外的な要素ということですけども、これも決して無視できない。普通はアーティストは自分の内面的なことが大事だとよく言われますが、それを僕は否定はしませんけれども、やっぱりどんどんと作品が大きくなってくる、それから量が増えていくっていう、そういうようなことはかなり力の消耗にもなりますし、本当にしんどいことにもなりますけども、しかしそういう自分よりもずっと大きいものをやるっていうことは、いい意味ではチャレンジすることもあるっていうことで、非常に無理をしながら生きてきたというようなことが今回展覧会をしてみて、気がついたことなんですけれども、だけどもこの世界もどんどんグローバル化というか、広いようで走り回ってみるとそんなに広いもんでもないっていうこともあるけれども、それぞれ言葉も肌色も生活形態も違う間を渡り歩くっていうようなことは本当にすごいしんどいことだし、もう孤立無援というか国軍奮闘ということがもうまさしくそのようなことなんですけれども、だからこそむしろ自分で頑張らないと成り立たないというそういうようなことで、自分の口で言うのはなんですけれども、作品がどんどん強くなるっていうか、日本国内だけいると優しい絵を描き優しい彫刻を作ればそれで割といいわけですけれども、この地域はモンスーン地方の優しい、気候風土ですから。でもいろんな違うところに耐えるためにはある程度
その作品そのものの強さがどうしても要求されるっていう、そういうことで、どんどん無理をしながら、やってくるということがありました。で、今日話の僕のためにわざわざ来てくださったワンさんは、偶然ながら、同じ鎌倉に長年住んでて、非常に親しくしてて、彼の斡旋で数年前は、ペイジングの聖火台で、講演をしたり、それから一緒に万里の長城も登ってみました。そうすると中国もやっぱりすごいスケールの大きい国なので、もうすごい課題妄想っていうか、ものすごい人間のスケールじゃないものすごさみたいなものがあって、中国というと絶えずそういうものすごいものにぶち当たるという、そういう感じでちょっと手に負えないという感じもあるんですけども、それをワンさんを通していろいろと教わったりする部分もあります。で、今日もいろいろ話が出ると思うんですけれども、アーティストはさまざまなやり方、生き方があるんですが、アーティストがやってるようなことは一体どういうことなのか、そしてやってることがそれほど本当に意味のあることなのかどうか、いろんな半信半疑なところがあって、そのようなところがちょっと触れられればなと思ってます。よろしくお願いします。ワンです、よろしくお願いします。まず僕とリーさんの出会いは遡って、90年代の初頭に私日本に来た最初の頃接したリーさんの作品と芸術論でした。ご本人は会うのはずっと後のことだけど、最初リーさんのアートと思想に触れた時はその完成度の高さは大変感銘を受けて、もう私とリーさんの方法論は全く違うんだけど、広い意味でリーさんのからの良い影響と刺激がたくさん受けてます。今言ってる方法論違うって触れたんだけど、私の場合はそのテーマとしては人間中心的、対象化世界観をどう、そこから一歩出るが、どう一瞬離れるかは、それはずっとテーマとして、ある意味で人間自身の感受性の、精神世界の限界にチャレンジするみたいなもんだけど、そういう意味で僕のこういう自分のテーマとかずっと関わったこの主題からは、こういう角度でリーさんの作品をいつも見てるんで、リーさんの作品も私の解釈にすればそういう人間的なそういう限界、ある意味でその背後にはもちろん近代の人間の基本的な観念なり世界観なり、そういうものに対しての
その超えようとするそういう努力も感じてます。そういう意味で方法論が違うんだけど、その根本的なところは非常に共鳴を感じる。リーさんの介護伝だからあまり私の話が長くするのも恐縮なんですけど、これも一つの介護伝だから一つの介護になりますけど、このリーさんはここまでね大成して、この自分のアートとその思想に形成なり完成するこの今までにリーさんにとって一番栄養になるっていうか影響になるそういう要素とか、別に人間でもいいしアーティストもいいし思想家でもいいし、あるいは何か別の地域なり何かの違う文化的なものでもいいんだけど、それをもし何かあったら聞かせてください。優しそうで難しいようなことを言われたんですけれども、僕はもう本当に自分の一生がさまざまなものからの影響っていうもう影響だらけなんですけれども、多分一番大きい影響といえば僕は韓国の南端の山奥で生まれ育ったという非常に文明から結構距離のある非文明的なところで生まれて育ったということが根にあると思うんです。それで僕は小学校に入るまでは電気を見たことがなかったんです。で、だから小学校に入ってからいろいろ電気だとかさまざまなものに出会うことになるし、それからはだんだん大きい都会に出ていって、それからソウルから東京へ、東京からいろんなヨーロッパやアメリカに渡るっていう、田舎者が全然別な世界を歩むようなそういうこと、結果になったんですけども、やっぱり根には自分が田舎で生まれて自然の中で産声を上げたっていうようなことが多分一番の自分の根元にあることだろうと思いますね。それから3、4歳頃からうちは割と古い家柄なので、いろいろな人が出入りしたんですけれども、当時結構名の知れた文人がいて、その人は若い時中国に留学もしたことのあるそういう人が当時は日本の統治時代植民地韓国は植民地だったんで、彼は日本のその世界には自分が職を得たくないということで、ほとんど放浪者みたいになって抵抗しているようなそういう感じでうちによく遊びに来てて、一月二月いたり年に2、3回来て、長い長くいながら合間合間に僕に詩や書や絵を教えるっていうそういうようなことで物心つく前にその人からいろいろ教わったこと、初めはどういうことをさせるかというと、墨で点をつける点の付け方とか線の引き方とかそういうものを2、30分させて、その後字を書かしたり絵を描かす、あるいは詩を書くっていうそういうような
習い事でしたけども、それが根元にあって、今日僕は、ストロークは大きくなったけども、あれは基本は点とか線なわけで、だから僕の絵はその3、4歳頃から習ったものを煮たり煎じたり焼いたりして食べてるようなことで、何も僕自身が考えたことはないということになるかなと思います。それで、そういうその、原体験みたいなものがあって、それからは僕は、大きくなったら文学者、詩や小説を書くようなものになりたいと思ったんだけども、気せずして日本に来て、言葉を習って何かやってみようと思うと、これは習った即席の言葉ではとても文学はできないという、そういう挫折感みたいなものがあって、でそうこうしているうちに、先ほど言った子供の頃僕に詩や書や絵を教えたその先生は、お前は絵心がある、あるいは手が器用だけども曲がり間違っても絵描きになるんじゃないぞ。絵描きっていうのは子供女の身だしなみに過ぎんって言って、もっと学問をするとか政治をするとかそういうようなことが男のやることだみたいなことをよく言われてて、そのせいもあるし、他のいろいろなせいもあって、やっぱり絵描きっていうのは二次的なもんでつまらんというふうにずっと思ってた。まさしくそれが自分の本職になるとは夢にも思わなかったんです。でも結果的にそういうことになって、今日に至ったわけですけれども、その元は文学少年だったんで、やっぱり僕の中には、かなりの部分がその小説や詩の世界が広がっていることはもう無視否定できない、なんていうか、特に文学の場合はほとんどが西洋の文学であって、韓国の古典文学はそれほど凄みのあるものはないんじゃないかと僕は思うし、それでそういう文学的なものに染まってたんですけれども、大学で、哲学を少し勉強したっていうかかじったんですけども、それは哲学をやりたいんじゃなくて、将来文学をやるためにはやっぱり考え方とか理屈をしっかり身につけておかないと展開力が力のある展開力にならないということで哲学を選んだわけです。それで文学の方面に行くはずのものが文学行けないで、あれやこれややってるうちに、ずるずるべったに美術に引きずり込まれたわけですけども、そしてやっぱり僕の頭の中には美術という場合はやはりアジアのもの、その韓国は日本の美術についてはそんなに知るような資料がそれほどなかったんですね。日本の植民地だったんだけども、ソウルや大きい都市では知りませんが、もう全く田舎育ちなので、日本のものに接するっていうようなことはなかったんで、そうするといろんな本だとか、うちにはかなり中国の本が多かったわけですけども、それはほとんどが美術関係の本で、それは中学高校に行きながらますます中国のいろいろな思想に染まっていって、漢文はよくは読みませんけども、やはり論語だとか、それから
創始とか老子とかそのようなものを解説したもの解説書がいっぱいあるので、もうその原文はすごく難しくて、ずっと後になっていろいろと少し読むようになったけども、初めは解説書を通してそういうものを読んで影響を受け、それで中国のやっぱり絵画史っていうか、そういうものがすごく僕にはすごい肥やしになったことは確かです。先ほどもちょっと彼と話をしたんですけども、漢漢とか米仏とかそういう北宋時代からですね、明末新書の揚州八怪という変わった画家たちがいるんですけども、そういう人たちのものがものすごく好きで、そういう絵をあるいは書を随分見たり探したりしたそういうことがあって、どっかにそのようなものがおそらくは肥やしになってるんだろうと。今日僕は余白という言葉をよく使うんですが、この余白という言葉の背景には八大三人の絵の影響が相当強くあるということは否定できない。ただこのアジアのことをヨーロッパで下手に言ったらすぐオリエンタリズムとかアジアティックとかジャポニズムと言われて、その非難のその窓になるので、向こうでは腐ってもアジアとか東洋とかっていうことを言いません。今でもだからそれは非常に用心しなければならないことなんですけども、根元にそういうのがあるっていうことは隠しきれない。それで、ヨーロッパのいろんな絵画や彫刻やいろんなものからの影響もありますけども、もうそれを見るその目の眼差しの中にはやはりそのアジアのそういう絵画やアジアのその仏像やそういうものが持ってるような眼差しでそれを見ようとするとヨーロッパのものが見えるわけない。なかなか難しい矛盾が出てくるんですけども、その矛盾の中で継ぎはぎにやっぱりヨーロッパのものをかなりその抵抗のあるものとして、無理やりにそういうものを見るっていう、これは面白い体験で、ですから僕は71年に初めて、パリに行ったんですけども、それからルーブルっていうところは本当に行くたんびにいつも訪れて、いつもぐるぐる回って、それがよくわからないんだけどもなんとか知りたいっていうようなことで、無理やりにそういうものと付き合うっていう、そういうようなことが、僕にはすごく影響したんじゃないかと思うんです。で、その誰それっていういうことではなくて、やっぱりヨーロッパとアジアっていうのは一直線にはつながらないもんですけれども、しかしその通っていろいろと友達ができたり、そこで展覧会をしたり、そこの食べ物を食べたり、それを4、50年やってると結構身に染まるもんだし、身につくようなところもあると思うんです。その代わり自分の元持ってるものを少し選択するような形で、少しそれを別な空気にさらして、違う味わいのものとして、組み直すっていう、そういうようなことで、僕はですから韓国を自分の国を離れて日本からヨーロッパへアメリカへというずっとよそ者の中で、歩きながらやっぱり自分のことをやっていくっていうのは、それが非常にものすごくしんどいけれどもやっぱりいい戦い方を生んだのかなということで、僕をものすごくいろいろ批判した人たちがいたんですけども、その批判に耐えられなくて日本を出て外で生きる道を探したっていう面もあります。そういう文章も書きました。で今は
僕を批判してくれたから必死に外に生きる道を探して歩くようになったってことで、批判した人にありがとうみたいなことを言うぐらいの少しの余裕ができたかなという気もしますけれども、とりあえずは自分と相反するものの中で、泳ぐっていうようなことが一番僕には力になったかなという、そういう感じです。リーさんのアートにいろんな解釈の角度や捉え方はあるですが、私は個人的にいつもすごく集中する、点というかリーさんのアートの体験の深さ、深い体験っていうところをすごく感じさせる。その言葉一つでもその裏打ちは非常にいろんなその要素と複雑な部分があって、まずその深い体験というのがまず私の感覚ではそこに一つの非日常性がまずある。通常の日常的なその感性というかそのものの感じ方見方はまず超えるっていうそういう努力というかそういう目指すものがまず感じる。もちろんリーさんの場合はその体験の深さの裏にもちろんその深い思考も裏打ちされて、また結局僕もそのアーティストなのでどうしても自分のその関心する部分を重なって、リーさんの仕事を見ますので、リーさんのその仕事の体験の深さには、どうしてもまた一番最初私話したその自分のテーマとのつながりが感じる。やっぱりそこは人間の根本的なそういう対照的な世界観から少しでも超えるというそういうような努力が感じます。そのところでリーさんに聞きたいのはそういう人間的なそういう限界、人間中心的対象化世界観の限界を出るは大変難しいなので困難なことなので、その可能性と方法というか方法論はリーさんはその考えは聞かせてくればありがたいけど。彼が今ワンさんが聞きたいことを僕に聞いていることは例えば近代的な絵画なり彫刻っていうものはまさしく作ったものそのものでしかない、その他のものとの関連も一切ないし、非常に対象化する対象物そのもの以外には存在しないみたいなそういう考えが特に近代美術の特徴としてあるわけですね。一番最たる例がミニマルアートっていうアメリカのミニマルアートっていうそれ以外何ものでもないっていうそういう対象物を作るっていう、それは抽象絵画でも何でも描いたものそのもの作ったものそのものっていう、それ以外に何も他には世界はないっていう、そういうことに対する
疑問やその批判が彼にあって、彼の絵は簡単に言いますとほとんど対象物を描かない、切りかかったようなぼうようとしたそういうような画面を作るすごく面白い力強い画面ですけども、そういうところから僕に質問していると思うんですけども、僕は一応書くものもあるし彫刻の場合その骨組みはあるんですけども、しかしそのものを見せるんじゃない、それは一つのきっかけであってもっと別なものを見せたいというそういう願望が僕にあるわけです。ですからずっと文章の中でもいわゆる対称性の美術の批判みたいなことになるし、それでどうやって、その非対称というか対象を超えた世界を表すことができるかということが、絶えず僕の中でも大きな問題、基本的な問題です。でそういうところで僕は結果的にどうなったかというと、その絵を描く場合も画面にスローグの一つか二つ、もう最近の作品であるほど非常に単純化されているわけですけども、でもそこに書いたストローグを見るというよりもそのストローグをによって書いてない部分、あるいは壁だとか空間とかそういうものとの響き合いの中で何か人間がもっと別なものを感じる、見るっていう、そういうようなことを移動するわけです。彫刻の場合でもこの展覧会にも一番分かりやすい例が、外にステンレスのアーチを作ってるんですけども、アーチそのものをいくら眺めても何も出てきやしないんだけども、そこを通るとなんか空が大きく見えるとか、周りの環境がもっと目新しく見えるとか、何かその日常的なものとは違う、これもさっきワンさんが言ったように非日常的な一瞬を経験することができるっていう、そういうだからそこに対象があるんだけども、その対象を見せるんじゃなくて、それを通してそういうようなことを経験してもっと別な大きな世界を見せるっていう、あるいはそれを体験できるっていう、そういう点では僕はアートは自分のイメージ、自分のイデアを見せるんじゃなくて、それは出発点や叩き台であって、もっと別なものとの関連の中で、違うような次元を見せるっていう。日本の吉本有名という批評家は僕は非常に影響も受けた人なんだけども、問題もあると思うんです。その人は言語にとって美とは何かとかっていうそういう本の中で、強調していることは、芸術とは自己表出であるっていうことを言ってるんです。だから自分の中のものを出すことがアートなんだって、僕はそう思わない。自分の中のものが一つのきっかけを作ったり呼びかけにはなるけれども、やっぱり自己表出っていうのはそれ外のない考えです。でまさしくそれ近代的な考えで、自分がきっかけで外に呼びかけでそれとコンタクトが取れて、そこで何かやるときに自分よりもっと大きいか小さいかもっと別なものが出てくるっていう、そういうところにやっぱアートの面白さがあるし、より大きい世界があるっていうふうに思うので、それこそが非対称的な、あるいは無限な展開のできる世界だというふうに思うわけです。ですから僕はワンさんのように非対称を唱えてもなんていうかな、暴漠としたようなものの道を選ばないで、一応骨組みは作ってもあるいは書いても骨組みがあっても非対称のものは表すことができるんではないだろうかと一応思ってるんですが、ですから僕は自分の作品はようやく最近になってこの年になってですね、
完成じゃなくて出発点に立ったようないつもそういう気がして、完成というのは僕の頭にはほとんどない、いまだにないです。でだから非対称ということを考えれば考えるほどますますそれは完成は不可能なそういう感じがします。次はこの、ちょっと少し柔らかい質問をさせて今日ここに揃ってる、一応日中韓三国の、人がいて、その日中韓三国の感受性の違いについて李さん何か感じるものあったら教えてください。これはちょっと罠のような質問です。でこれに下手に引っかかると本当にとんでもないことになると思いますけども、つまり中国的なもの、韓国的なもの、日本的なものみたいになっちゃったら、これは本当に大変な問題になるんですけども、だからといって全然それぞれの違いがないかというとそんなことない。違いは僕はあると思うんです。で僕はよく料理の例を出すんですけれども、その中国料理という僕のイメージは A プラス B は C になる。これ本当フランス料理も似たようなところがあるんですが、いろんな素材を用いるんだけども、素材そのものが出たらこれ失敗だから、その素材を用いてこれは何だかわからないところに持っていくっていう、もうほとんど全然別なものにメタモルフォーっていうか変えていく力みたいなものがものすごい徹底しているのが中国だと思うんです。それに対して日本は例えばフキの料理があるとすると、フキを茹でて、フキはそのほんのりした青いそのなんていうかその料理があるんですが、そのほんのりした青さは素晴らしいんだけども、それは生っぽい青さが浄化したような青さを出す。だからそのラージ A ダッシュスモール B プラス A ダッシュになる。つまり素材をさらに素材らしくするっていう、そういう特徴が日本の料理にあると思うんですね。それに対して韓国はやっぱり半島の国なんですね。日本は島だし、中国は大きな大陸です。でこの地政学的な違いもまさしく料理によく表れているんですけども、韓国の料理はその A 出し B 出してある。だから A が完全に B になったり、あるいは A 出して終わったり C になったり、そういうふうにならない。その素材を半分ぐらい生かして半分ぐらい他のものが混ざるっていう感じで、これは半島の文化の特徴で、これは韓国だけじゃない、ギリシャでもイタリアでもそうなんですけども、いろんな風が吹くので発酵しにくい。で日本は島だからいろんなものが入ってくるとこの発酵する、熟成するっていう。だから日本はその単価配合みたいに切り詰められてその単純な形になるとかっていうことなんですけども、韓国はその半島だからいろんな風が行き来するので発酵の余地っていうか時間がない。でだから半端なんです。でその半端さが特徴で、いろんなものが混ざりながらほどほど混ざったと思ったらすぐ他のものが来てまだ別なものになるという、そういう変化というそういう感じがあって、食べ物も日本でもビビンバっていうのがある。これは韓国語に直すと混ぜご飯という意味ですね。混ぜるという。でそれをほどほど混ぜるんであって完全に混ざるっていうもんでもない。この半端に混ざってるっていう、その半端さが面白いっていう。例えば焼き物でも中国の政治はものすごく
完璧さがあって、一種絶対性を思わせるようなところがある。でそれはやっぱり天使の国っていうこともあるし、もうどこまでできるかっていうことに挑戦するところがあるんですけども、それに対して日本は遊び心があって、この、一緒に有機性っていうか、それがいろんな器にもよく表れてるんだけども、朝鮮のものはその日本人が大好きなんだけども、ちょっといびつだったり半端なんです。それがその完成しない。だからよく言えばかなりオープンだし、悪く言うと半端なんです。でそういう料理も作ったもの、絵も何も、大変この僕の今言ったことに似てるんですけども、中国の先ほど言ったハンカンとかベウスとかバエンとかそういう人の絵はあまりにも遥かさで、一種の宇宙的なスケールとかその凄みがあるんですけども、日本や韓国はそういう凄みのある絵は描けない。で、その焼き物もその中国のそういうある完璧な徹底したそういうようなものにはとても及ばない。だけども半端であるがゆえにですね、そういう完璧なもの、徹底したもの以上の面白いさまざまな想像力をかき立てるっていうのが半端さの中にあると思うんです。で、だからどれがいいか悪いかはこれは言えるもんではなくて、それぞれの気候風土と相まって、歴史も、手伝って、それぞれものの現れ方、考え方のそのなんていうかな、起こり方はおそらく違うんだろうなと思うんですけども、しかしこれはこの3つの国を今例に挙げたんですけども、これ他のところ行ってもそれぞれみんな地域の特徴っていうのはあると思うんです。でもこれがですね、いい意味で、機能すればいいんだけども、悪い意味で自分の地域の合理化に走ると、外をシャットアウトすると絶対伸びない。それぞれいろんなものがその刺激し合うということの中で、そういうものが引き立てられる時が一番いいんじゃないかと思うんで、そういうことを合理化し、それをそのなんか打ち出すようなそういうイデートをすると、問題が、特に今日のグローバルな社会というか世界が狭くなった中ではその非常に危険なものになるだろうという、そういう気がするんです。ただどんなに否定してもですね、僕はヨーロッパアメリカで70年代80年代は散々その全ブティズムとかアジアティックとか言われました。今はほとんど言う人いないし、中に言う人がいてもそのジョークでとか全然別な観点で、ちょっと言うけれども、もうそのような言葉で僕を締めくくるというようなことはもうあまりされなくなったんで、ただそうは言ってもですね、どんなに自分をあれ流しても自分が育ったところとかそういう空気に染まったものはそんなに抜けるもんじゃない。だからそれを引き立てるんじゃなくて、それを抜こうとして、それはギリギリにで残るものが僕はいいと思うんです。それをことほどさようにそういうものをかぶって私はこうだよみたいなことをすると、それはもう自分の賠償化にしかならないということで、戒めなきゃならないもんだろうと思うんですけども、この3つの国は根には長い間なかなか変わらないそういうような感性はあると思うんですけども、これは非常に注意して、もっとこれと違う、アフリカとか、アメリカとかヨーロッパとかいろんな他の大陸のさまざまなものを混ぜながら絶えずそういうものを晒すということの方がよっぽどいいだろうという気がします。今リーさんおっしゃったこの3つの国のこの感受性のまとめは
僕はすごく二人自身の国柄が、ある意味で出てるんじゃないかな。リーさんのその余白はちょっと乱暴に簡単に言っちゃうけど、ある意味で不完全の良さっていう、そういうそれによって対象以外のものとの響きを呼び起こすというか、それを非常にうまく生かして、私自身はある意味でリーさんさっきおっしゃったその中国の特徴もある意味でそれは理想として目指してるんだけど、実際その触れてるかどうかは分かんないけど、私の場合は個別の事物に意識になるべくいかないで、通常のものの見方、それこそ日常というか一般的なものの見方、いわゆるさっき言ったその対象的にものを見る場合は、個別の事物にやっぱり意識がいくんで、私の作品は私実験している視覚世界、そのものの感じ方はそういう個別の対象に意識に指すじゃなくて、そういうある意味でその存在の全てを包括する、そういうある意味で存在そのもの、そういう全てを含むそういう絶対性を触れるようなそのことを目指してるんで、まさにさっきリーさん言ったように全てを含む絶対性というのがそれはある意味で一致してるかもしれない。最後の質問になりますが、リーさんは今のこういう立場、ある意味で俯瞰的な目線もお持ちだと思いますけど、今日のアートの課題というか、そういうアートに対しての今日のアートに対しての問題意識がどういうふうに持ってるか、それでそういう現状、その現状認識の中のそういう問題意識何が持ってるか、そしてそのアーティストをそういう現状の中において使命をどういうふうに感じているという、最後の質問。実際アーティストのやってることは直接的には世間的に役に立つようなものはそれほどないと思うんですね。戦争があればみんな鉄砲を撃つとか、あるいはお腹が減ればパンを食べるとか、いろいろな切実なようなことがいっぱいあるんですけども、アートは何もそういうところには力発揮ができない、そういうものです。でも人間っていうのは絶えず、何か例えば小鳥のさえずりを聞いて嬉しいとか、水の流れとか、月や太陽の光を見て今日は暖かいとか暑いとか、風爽やかだとか、さまざまなそういうようなことに反応する、そういう生物です。でだからそのような
もので、人間に最も良い刺激、あるいは想像力をかきたてるっていう、そういうものが周りにいっぱいあるんですけども、そういうものをさらに身近に、そしてそれをやり直し言い直すっていうのが僕は芸術だと思うんです。だから日本ではそういういい例がいっぱいあるんですけども、例えば日本の詩の中でも誰でも知ってる古池や川津飛び込む水の音、これは誰でも知ってることで、ポトンとねカエルが飛び込む、知ってるんだけど、それを言葉に直す、僕の言い方をするとあるがままっていうことを別な形にあるがままに言い直す、再提示するっていう、あるいは千利休がよくいつも僕はその例を挙げるんですけども、秋の日、秋の朝庭に出てみたら、その落ち葉がびっしりいっぱい落ちてると、庭に。でそこでその庭を同時にその子供にきれいに掃くようにして、きれいに掃いだ後パラパラっと何枚か巻き直した。そうすると誰でも仕心のない人でもニヤッと笑うぐらいね、あ、そうかっていうになる。びっしりいっぱいの場合に感受性の強い人は分かるんだけども、普通の人はそのまま日常性として通り過ぎてしまうんだけども、それをもう一回やり直すとよく見える、よく分かるっていう。だからそういうことをやるのがアートだと思うんです。特に発明をしたり大変なイデアを提示するっていう、そういうことじゃなくても身近にアートがいっぱいあるし、そういうものをやり直してみせるっていうことでは、そのアートというもののありようや存在意義みたいなものがどこでも探すことができる。そのようなものなしには本当に石箔としたつまらない日常になってしまう。だから日常をさっきからしきりにワンさんが言ってる非日常にちょっと隙間を空ける、あるいはそういう次元をちょっとちらつかすっていう、そのようなことがいかに大事かっていう。でそういうものをもっと広げ、もっと持続性のあるようなものにしたいっていうものがアーティストの願望なわけで、最近はそのアーティストの中ではどんどん欲望をですね、どんどん煽るとか、大量生産してじゃんじゃんお金を儲けるとか、そういうことも中にはあるんですけども、やっぱりアーティストのあり方はそのような方向ではなくて、本当にいい刺激、いいひらめきや新鮮な空気をよみがえらす、そういうところに向けて、なんていうか、人間を少しでもなんていうかな、もっと浄化したようなそういう空気を広めるようなところに働いた方がいいんじゃないかと。例えば話の出たついでに言いますと、急に名前出てこない、偉大な心理学者のジグムント・フロイトっていう人は、これも誰でも知ってることなんですけども、フロイトにある時アインシュタインは世界の人類に平和をもたらすために、あなたはどういうようにすれば平和を持続させることができるかという、そういう質問を送ったんですね。そしたらフロイトはすごい力にはならないけれども、人間っていうのは死の欲と死に対するいろいろさまざまな考え方や
その欲望もあるので、そういうことのために戦争を起こしたりいろんな危ないことをする。でそれを少しでも和らげ沈めるためには芸術というものは役に立つと思うっていう、それで芸術というものの力で人間を少しは和らげ沈めるという、そういう方向を示唆した有名な文面があるんですけれども、芸術家っていうのは決して、強い力はあるいは直接的に働くようなものはないけれども、やっぱり絶えず先ほどから言ってる周りに小鳥が鳴いたり、風が吹いたり、いろいろ、青空が見えたり雲がなびくという、そういうことに踊らないぐらい新鮮な空気を起こす、そういう芸術の持ってるその爽やかさ、あるいは刺激っていうようなことは、こういうコロナだとかいろんな戦争とかいろんなことがややこしく絡んでいる今日、ますます大事だろうと。そしてその上にさらに一つ付け加えますと、最近は AI の時代であるとか、いろいろテクノロジーが発達したり情報が発達して、ものすごい人間の知識の蓄積によってできる、いろいろな力の広がりがあるんですけれども、それは便利でものすごく正確でいいんですけども、やはりそれは一つの答えであって、その答えだけじゃつまらないし、人間は矮小化されるので、やっぱり芸術というものは答えじゃない、疑問だらけだし、怪しいところもいっぱいあるんだけども、本当に周囲の自然がよくわからないように、よくわからない、あるいは非常に厚みのあるなんだか不思議な怪しげなそういう力に混じって芸術の持ってるなんていうか未知性というか不確かさみたいなものは本当に AI にない人間が生物として、備えられる非常に重要なキーがそこにあるだろうということを忘れないでほしいと思います。ありがとうございました。あっという間の1時間でした。皆様お二人に改めて拍手をいただければと思います。